どうも、ワールド3315です。今回はスモールブロックシェビー、このクラシックブロックの327をチューンアップしていこうかと思います。チューンアップっていうのは、チューニングでもモディファイでもありません。全体的に不都合な点を見つけ出して整えていくっていう作業工程になります。ただこの327っていうエンジンはですね、350エンジンのショートストローク版、キンキンに回るエンジンなんです。それをちょっとチューニングも兼ねてやっていこうかなと思っております。実はですね、これリビルド済みの、オーバーホール済みのエンジンですね。中古なんですけども、オーバーホールしたてのエンジンだったんです。ただそのまんま使っても問題はないみたいなんですけども、ただやっぱり気になるので、全てちょっとばらしてチェックをして作っていきたいなと思ってます。では早速ご説明いたします。やっぱりヴィンテージカーにはこういうクラシックなエンジンが乗っかっている方が何か渋いというか粋な感じがします。それでただこのままつけようとしましても、古いエンジンっていろんなところがやっぱり今と設計が違うというか、センサーがつかなかったりとかいろんな問題があります。でそれを改善しつつ、使えるある程度ライトパフォーマンスなエンジンにしてみたいかなとは思ってます。まずエンジンブロックなんですけども、キャスティングナンバー3782870です。62年から67年のものだと思います。いろんなところに、こういう後ろの方なんかはブローバイの穴が開いてたりですとか、結構いろんなところが違います。まずエンジンの仕様の方からいきます。ブロックの方はボアが、本来は4インチなんですけども、4.040 インチ、俗に言う40オーバーっていう皆さん大好きなボアアップがされております。そして、シリンダーの、ホーニング跡とかもすごく綺麗に残っていますので、これはちょっとピストンリングの計測と、あとピストンクリアランスの計測を出していきたいと思っています。そしてストロークは、3.250 インチ、普通の350が 3.480 インチなので、それに比べてだいぶショートストロークになります。それでボアは350と一緒なんですけども、ストロークが327ってショートストロークのために結構面白いぐらいキンキンに回るエンジンなんです。ただそのまま回すとこれすぐ壊れちゃうんですね。でその壊れないようにしっかりとクリアランスですとかクランクの芯出しとかそういったものも行っていきたいと思っております。で実際のところは、40オーバーっていうボアサイズなので327ではなくだいたい334っていうちょっと排気量が上がった感じになりますので、334っていうだけでなんかこう327回334みたいな感じでちょっとかっこいいかなって思います。そしてブロックの方はオイルフィルターブロックの上、この穴ですね、これが何もセンサーも何もつかないので、最近はここにオイルプレッシャーセンサーつけたりとかそういったこともしますので、そこのところには、4分の1インチでタップを切りました。これでセンサーが使えるようになっております。あとは、後ろのブローバイホール、ここのところはフリーズプラグを打ち込んで、めくらをするつもりでおります。そしてブロックの方は、徹底的にちょっと洗浄しましてソリッドブラックで塗装されてます。そしてカムメタルですね、これは一番最初に入れ替えました。そしてクランクシャフト、クランクシャフトの方はまず内燃機屋さんの方でソリ点検、そして一応曲がり修正みたいなものもしました。特に曲がりはないのでその辺は問題ありません。ベアリングのアンダーサイズ、これが 0.020 アンダー、030まで本来いけるんですけども、020でベアリングマッチしてます。でこれも数値指定で。次エンジンベアリングいきます。エンジンベアリングはクランクシャフトがキャストクランクなので少しソフトなものを使います。そしてこのエンジンベアリングの表面です。この表面は若干神経質に触りますとザラザラしてます。そしてそのザラザラしてるのがすごく嫌なので、僕はアッセンブリールームで一回磨くようにしてます。これ親メタルも小メタルも両方ともゴシゴシと磨くようにします。そうしますともう触った感じでツルツルになります。
クレートモーターとかもう大体そのままで組んでますけども、磨いたベアリングですぐに1年ぐらい使ってからバラしたことあるんですけども、表面ツルツルになってました。やっぱり負荷がかかるところなので、きちっと油膜ができるように神経質に行ってます。メインキャップのボルトは ARP のメインキャップボルト、そしてリアメインシールはフェルプロ製を使ってます。ベアリングのジャーナルクリアランス、このジャーナルってここの輪っかの部分ですね。そこのクリアランスはプラスティゲージを使いまして計測します。まずメインの方の1番から4番までは 0.025 インチでした。そして5番は 0.002 インチ、実際ちょっと1番から4番までは若干広いかなと思うんですけども、まあショートストロークで回るエンジンなんで、そのぐらいでいいと思います。あとは、ピストンを入れていくときですね。これがピストンクリアランスが100分の5ミリになってます。ですから結構ぴったりなので、最初のきっかけさえ決まってしまえばスーッと入っていきますので、これはちょっと安心できると思います。そしてですね、ピストンリング、これ一応計測しました。こちらの方は、トップリングが 0.019 インチ、セカンドリング、2番目のリングですね、下についている。これは、0.020 インチ。で、実際のところはですね、ストリートで使う分には、0.014 から 0.026 インチの間が許容範囲っていう形になっているというか、俗にそう言われてます。ですからこの範疇なので、全然問題はなく、変にブローバイが出るとか、そういったこともないと思います。結構ピストン入れてて、きっちりシール感があるなっていうような感触でありますので。そして、コンロットはですね、ストックスタイルです。これピストンはおそらく車外だと思いますので、クランクのですね、マイクロポリッシュ、バリとか結構ありますので、このクランクのオイルホール、このオイルホールの面取りとバリ取り、マイクロポリッシュのラッピング加工、これでもう表面ツルッツルです。あとはですね、バランシングの方の点検、ほぼほぼちょっとバランシングしたっていうような感じなので、あとはハーモニックバランサーの、センターボルト。これ古いタイプの283327ってセンターボルトがつかないんですね。それでハーモニックバランサーがもう圧入圧出しみたいな、すごくやりづらいエンジンなんです。で、そこのところには、穴を掘りまして、タップを切って、ハーモニックバランサーのセンターボルトが取り付くようにしてあります。これも全部加工です。ですからクランク1本だけでもう内燃機屋さんでいくら請求来るんだろうっていうぐらいやりました。
そして、カムシャフト。これカムシャフトはクラシックスタイルっていうものを使います。やっぱりショートストロークでレスポンス重視でやっていきたいなと思ってますので、これはですね、クラシックスタイルっていうのはインテークとエキゾーストの角度が同じものです。このカムシャフトはインテークが260度、エキゾーストが260度。これは同じ角度なんですね。こういったのをやっぱり昔もともとマッスルカーとかだいたい本当に50年代とか60年代はこんなような感じのカム、インテークとエキゾーストが270度ずつだったりとか同じ角度のカムを使っていたので、50年代とかのアメ車の音ってなんかちょっとこうパラパラばらけたような乾いたような音がすると思います。そういう音をしているのが大体このクラシックカムっていうものなんですね。で今は大体インテークとエキゾーストは、違う角度のものを使っていることがほとんどです。例えばインテークが268度だったらばエキゾーストが278度だったりとか、そういうふうに角度を変えてエキゾーストの方を若干大きくしているのは、これちょっとマイルド感を出すためなんですね。でこうマイルドなカムになりますので、そんなんではなくちょっとこのエンジンはここら辺ちょっと攻めた感じのアグレッシブさを出そうかなと思いました。カムを入れましたら、次はスプロケットを合わせます。そしてこのスプロケット同士なんですけども、ポンチとポンチをよく合わせるんですけども、ここイグニッションタイミングに関しましてはものすごく僕は重要視してます。そしてこのダブルローラーチェーンを使ってるんですけども、ダブルローラーチェーンを貼るときにも、ここのポンチとポンチの00、そこのイグニッションタイミングのところはレーザーを貼ります。そしてレーザーで見て正確に00を出します。そして次に1回フロントカバーをつける前に、タイミングタブを取り付けてハーモニックバランサーもつけます。そして確実に00が合っているかどうか確認します。これはですね、セッティングでだいぶ攻め込んでギリギリのところを狙う方とかは結構1度2度ってものすごくシビアになってくるんです。そしてやっぱり僕も1度2度っていうものにすごくこだわりを持っているので、具体的にアイドリングは何度で回したい、踏み込んだ時は何度で回したい、または、前回フルソートルの時に、高回転は点火時期はズバリ何度で回したいっていう具体的な数字を持っている方いらっしゃいます。僕もそのうちの一人なんですけども、そこのところはやっぱり絶対に妥協はできないところだと思います。ですから一気一気、こんな風にやっております。そしてフロントカバーの取り付け、フロントカバーガスケットはやはり伸性の高いフェルプロ製を使います。そして一応 RTV はさっと一塗りしておきます。これはパーマテックスのブラックです。
ぱりクロームパーツっていいですよね。こういうふうに映えるというか映えるというか、なんかそんな感じがして、そして、次にクロームオイルパン。オイルパンガスケットはフェルプロ製のこれワンピースラバータイプのやつを使ってます。これで一応当たり面をチェックした上で、液体ガスケットはやっぱりちょっとつけるようにしてます。つけない方が綺麗にいくんですけども、やっぱり結構にじみとかそういうのが出てきたりとかするのも嫌なので、一応塗ってます。ハーモニックバランサーはインターナルバランスの 6.75 インチを使ってます。そしてハーモニックバランサーのセンターボルトはきっちりつくようになっております。そしてこのクラシックブロックの場合はオイルフィルターなんですけども、カートリッジ式のオイルフィルターを使ってたと思います。でそれもすごく面倒なので、これはですねパーマクールのオイルフィルターコンバージョンキット、これを使うと普通のエレメントが装着できるようになります。そして、余計なところのめくらですね。フロント側には真鍮製のフリーズプラグを、そしてリアにはユニバーサルタイプの脱着可能なプラグを入れました。こんな感じで327回334いかがでしたでしょうか。こんな風にちまちまいつもエンジン触っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。